もちほとの大地です。シェフです。このチャンネルでは富士フィルムのカメラやレンズに関すること、その他にはこういったオールドレンズやフィルムカメラに関することなどをお話ししていきたいと思っています。よろしくお願いします。記念すべき1回目ということで、今日はこちらのレンズについてお話をしていきたいと思います。富士フィルムの XF35mm F1.4 です。こちらのレンズ、富士フィルムのレンズの中では一番人気、神レンズと言われているレンズです。2012年に発売されたレンズなのですが、今でも人気が衰えないレンズです。とりあえずこの1本があればなんとかなると思えるような心強いレンズです。このレンズは僕が富士フィルムのカメラを購入した時に一番最初に買ったレンズです。それからずっと愛用しています。おかげさまでだいぶ年季が入ってしまいました。プライベートでの使用はもちろんなのですが、ボランティアで行っている保護猫の里親募集用の撮影でもこちらのレンズを使うことが多いです。はい、ではここからは僕たちもちほとが実際に撮影した写真を見ながらお話をしていこうかと思います。はい、次にこのレンズの良いところ悪いところについてです。まず良いところはやはり一番は F 値が 1.4 ととても明るいということです。F 値が低ければ低いほどボケる写真が撮れますし、暗い場所での撮影にも対応できます。レンズのサイズがそこまで大きくないのでカメラにつけた時にバランスが悪くなりません。見た目やバランスは大事なポイントの一つだと思っています。重さも 187g と軽めです。次に悪いところですが、私的には特に悪いところは見当たらないように思います。確かにそうですね。僕もこのレンズに対して悪い印象っていうのは本当にありません。フォーカスの速さも XE4 のように最近のカメラにつけて使えば非常にスムーズです。こちらは水仙ですかね。黄色いお花ですね。はい、こちらの写真は手前のお花にピントが合っていますね。背景は気持ちよくボケています。こちらの写真は学校の放送室にある音量を変えるつまみですね。一番手前のつまみにピントが合っているのですが、そこから奥に行くにつれてブワーッとボケが広がっている様子がよくわかる一枚です。こちらの写真は IKEA で開催された保護猫譲渡会の様子です。このようにふんわりした雰囲気で撮るのも得意なレンズだと思います。ふんわり写すことで優しさ、懐かしさを感じるような写真に仕上がります。こちらは前ボケと後ボケを生かした一枚です。餅の顔にはしっかりとピントが効いていて、手前の毛布、奥の毛布はしっかりボケていますね。前後にボケ感があることで奥行き感が出るのですが、こういった表現もしやすいレンズです。はい、お次はこちらです。餅の目にピントを合わせて撮影してみました。目からわずかに前後した耳や鼻はもうすでにボケていますね。開放の 1.4 で撮るとこれだけボケる、そういったことがよくわかる一枚になっているかと思います。確かにわずかの差ですごいですよね。はい、次の写真はポートレートですね。こちらのレンズ、もちろんポートレート撮影にも適しています。背景がよくボケるので被写体をより引き立たせることができます。次の写真は F 値をあえて 2.8 まで絞って撮影しました。少し F 値を高くすることでボケ感が弱まります。
手前のベッドの柵の形が残っています。ぼかすことで良い雰囲気が作れたり、被写体を際立たせることができるのはもちろんなのですが、逆にぼかさないことにより状況が伝わる一枚になるという表現もあるかと思います。はい、お次はこちらですね。ちょっと動きがある一枚です。F 値が低いレンズなので、シャッタースピードを速くした撮影にも適しています。シャッタースピードを速くすることで、動いている猫の一瞬の表情を切り取ることができます。動きの多いお子さんの撮影にも向いていると思いますね。はい、次の写真も猫ちゃんの写真です。とっても可愛い子猫ですね。こちらは保護された子猫の里親募集用に撮影した一枚なのですが、この何とも言えないポーズ、可愛いですよね。可愛いですね。なんだか靴下を履こうとしているようなポーズですね。こういった面白い一瞬を切り取ることもできるんですね。お次の写真はこちらです。テーブルのご飯を見つめるオクラちゃんなのですが、注目してもらいたいのは猫のオクラちゃんではなく、手前のお魚なんです。魚ですか？手前のこのお魚、よく見てみると柔らかい卵ボケがたくさんできているんですよね。本当ですね。確かに柔らかい、優しい玉ボケですね。こういった味のある描写もこのレンズの特徴なのかもしれませんね。はい、ではそろそろまとめに入ります。 XF35mm F1.4 はとてもいいレンズです。皆さんにも自信を持っておすすめができる一本だと思います。紙レンズというよりも幅広いシーンで活躍できる万能レンズ、そんなイメージもあります。今回改めて作例を見ながら思ったんですけど、このレンズで撮った写真9割ぐらいが猫なんですよね。そうですね。それは私も思ってました。猫ばっかりだなって。ついつい猫撮っちゃうんですよね。明るいレンズなので外よりも光が少ない室内環境であってもしっかりと撮影ができます。室内で飼われている猫のいろいろな表情を撮りやすいのは間違いないと思います。確かに一本のレンズなのにいろいろな表情の猫を撮ることができてましたね。そうなんです。持ちフォト的にはこの XF35mm F1.4 は猫の撮影に適しているレンズ、そういうことにしておきましょう。まさに紙レンズならぬ猫レンズですね。はい、猫レンズでお願いします。このレンズをまだ使ったことのない方、これから使う方はぜひ F 値を開放の 1.4 にして撮影をしてみてください。ふわふわトロトロに背景がぼける写真が撮れてすごく楽しいはずです。その楽しさによって撮影のモチベーションが上がることは間違いないです。実際に私たちがそうでした。撮影する楽しさ、カメラの楽しさを教えてくれる素晴らしいレンズです。富士フイルムのカメラを買ったけどどのレンズを買えばいいのかわからないと相談された場合、僕なら必ずこの XF35mm F1.4 を勧めると思います。猫の写真が撮りたい、そんな人にも勧めるかと思います。はい、ということでレンズの話はこんなところでしょうか。はい、ありがとうございます。私たちもちフォトはカメラや写真撮影は大好きなのですが、あくまでも素人なので詳細なレビューというよりも個人的な感想になるかと思います。それでも皆さんが富士フィルムのレンズやカメラ、オールドレンズ、フィルムカメラなどに興味を持つきっかけになれればなと思っています。1回目の動画でいきなり紙レンズのことを猫レンズなんて言っちゃいましたけど、これ大丈夫ですかね？まあ間違いでもないので大丈夫じゃないですかね。はい、ありがとうございます。では今回はこの辺で終わりにしたいかと思います。ありがとうございました。